皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回は単体表面に固定化された酵素の反応形、すなわち表面固定化酵素反応形の数式モデリングについてお話しします。学生時代に応用物理学の講義を受けました。教科書にはさまざまな微分方程式が書かれていました。即座に私はこれらの式を解くのは簡単ではないなぁと思いました。そしてもう一つ思ったことがありました。それは興味のある現象を実際に明らかにする方法についてです。私がその頃までに読んだ本には微分方程式の立て方が明快に書かれていませんでした。そこで私はいつも自分で現象を解析できるようになるにはどうしたらいいのかと悩んでいました。この問題を一気に解決してくれたのが19歳の時手にしたトランスポートフィノミナという科学工学分野でバイブルとして知られる書籍でした。これに傾斜した平面に沿う流体の流れなど液流れに対する微分方程式の導き方や理論解析法が分かりやすく書かれていました。先の動画で話したように数式モデルの基本は物質収支を取ることです。微分方程式による記述を基本とするシステムでは、はじめに有限小の区間において物質収支、すなわち微分物質収支を取ります。ここで有限小の区間は極めて小さな幅を持つ領域を意味します。次に有限小の幅を無限に小さくします。この操作は微分の定義式を思い出せば理解できると思います。結果として目的システムの微分方程式が得られます。この記述の理解がきっかけとなり、私は数式モデリングに強い興味を持つようになりました。前の動画でお話ししましたが、私は固定化酵素反応を理論的に解析する際に本反応形を2つに分類して考えます。一つは単体の外表面に固定化された酵素の反応、すなわち表面固定化酵素反応であり、もう一つは多項性の単体内に固定化された酵素の反応、すなわち細項内固定化酵素反応です。前述のような微分方程式で記述されるのは後者であり、前者、すなわち表面固定化酵素反応形はもっと簡単な式で表されます。本反応形では酵素反応は単体の表面で起こります。固定化酵素反応では基質の拡散を考慮しなければなりません。また時々単体と基質が帯電していることがあります。この場合、反応へ影響を与える因子が複数になるため解析が難しくなります。しかし表面固定化酵素反応形では反応が単体表面だけで起こる分だけ解析しやすくなります。そこで細項内固定化酵素反応についてお話しする前に表面固定化酵素反応形を取り上げたいと思います。改めて表面固定化酵素反応形を次のように定義します。局所的に平面として見なすことができる単体の外表面に酵素が均一に固定化されています。
基質が溶解する水溶液は十分に混合されていないため、単体表面近傍に胸膜と呼ばれる液が静止した領域が現れています。酵素は正に、基質は負に帯電しており、両者の間には静電的相互作用が働いています。酵素反応が起こるには、基質は液本体から単体表面まで移動しなければなりません。しかし、前述したように単体表面近傍の液は静止した状態です。よって基質はこの中を濃度勾配を推進力とする拡散と静電的相互作用の助けを借りて移動し、単体表面の酵素のもとに到達します。そして酵素と複合体を形成し、生成物へ変換されます。ここでは酵素と基質の電荷が異符合であるため、基質の移動が促進されるものと推測されます。拡散と静電的相互作用に基づく基質のモル流速 Ns はネルンスとプランクの式で表されます。ここで D は基質の分子拡散係数、psi は電位、T は絶対温度、Zs は基質の電荷数、Fd はファラデー乗数、Rg は気体乗数を表します。常識の右辺第1項は濃度勾配による基質の拡散項を、また第2項は電位勾配による基質の移動項を表します。1式はイオン交換樹脂あるいは生体膜で起こる物質移動現象を解析する際によく用いられる式であり、通常は濃度勾配または電位勾配のうちいずれかを一定と仮定し、解析的に解かれます。定位電場仮定に基づく解をゴールドマンの式と言います。ここではシューラーらの方法により一式の解を求めます。静電効果がない場合の物質移動係数を KL とするとき、胸膜の有効厚み δ は定義により D÷KL に等しくなります。なぜならば、物質移動係数 KL の定義が拡散係数 D を胸膜の有効厚み δ で割った値であるからです。一式の両辺にここで示す値をかけて0からδまで微分すると2式を得ます。ここでラムダは実式で定義される無次元表面電位です。一般に胸膜の厚みは拡散電気二重層の厚みより3から4桁大きく、電位は図に示すように胸膜の厚み δ の付近でほぼ0となります。したがって2式の左辺の SI の係数は1となり、静電場における基質の流速は4式のように簡略化されます。ここで M は5式で表された修正因子と呼ばれる胸膜厚みに応じて値が変化するパラメータです。4式の持つ重要な意味は、この式が拡散効果だけが存在する場合の式に似た形で与えられたことにあります。実際のところ、
ラムダイコール0と置くと4式はこの式に一致しますね。一方、5式中の積分を解くには電位に対する分布関数が必要です。その代表的なものにグイーの式とこれを拡張したグイー・チャップマンの式があります。以下ではハミルトンらの研究と同じようにより一般性のある7式についてのみ考えます。6式に基づく結果についてはシューラーらの研究を参照してください。6、7式中のカッパーの逆数は拡散電気二重層の有効厚みと呼ばれ、長さの次元を持っています。ラムダの絶対値が1よりも十分に小さいとき、すなわち単体表面における電位が十分に小さいとき、7式は6式に一致します。さずに、ラムダをパラメータとして変化させた場合の負債 x 割る負債0と無次元距離カッパ x の関係を示します。ラムダが大きいほど無次元電位は単体表面近傍において急激に減少しています。よって実際の電位はラムダが大きいほど高い値から急激に減少することがわかります。なお、7式はラムダに関して偶関数であり、実式が成り立ちます。よって、ラムダの絶対値が同じであれば、正負にかかわらず電位分布曲線は同じになります。7式を5式へ適用し、8式を得ます。8式を使って計算した m とカッパデルタの関係を渦に示します。ラムダが正の時、m は常に1よりも小さな値を取り、カッパデルタの増加とともに増大して1へ前進します。カッパデルタが10の3乗以上の値であることを考慮すると、ラムダが5よりも小さければ通常 m イコール1として良いことがわかります。一方、ラムダが負のとき、m は常に1以上の値を取り、カッパデルタの増加とともに単調に減少して1へ前進します。カッパデルタが10の3乗以上では m はほぼ1となります。カッパデルタが1よりも十分に大きいとき、8式は次のように簡略化されます。システムが定常状態にあり、基質の単体表面への移動速度と単体表面での反応速度が等しいとき、次の等式が成立します。ここで VMA は単体表面積を基準とする最大反応速度であり、モルパーメーター2乗 S の単位を持っています。理論解析を容易にするため、以下では無次元化の技法を適用します。10式を無次元数を使って無次元化すると実式を得ます。11式をベータ i について解くと12式を得ます。
12式を11式へ代入して整理すると、単体表面における無次元反応速度は実測可能な液本体における基質濃度の関数として13式で表されます。この式の誘導の基本は理解しているでしょうか。式を立てたら、その中から測定困難な値をなくすように式を変形します。ここで静電効果のみが存在し、拡散効果については無視できる場合について考えましょう。これは12式において φe イコール0と置けば良いですね。これにより自式の関係を得ます。したがってこの場合の反応速度は14式で与えられます。14式はゴールドシュタインらによりマレイン酸と一連の強重合体、これは負に帯電していますが、この単体に固定化したトリプシンによるベンゾイル L アルギニンアミド、これは正に帯電していますが、この基質の加水分解反応を解析するのに用いられた有名な式です。これを無次元化すると15式となります。15式は13式中の φe を0と置くことによっても得ることができます。この場合、第1章1の14でお話ししたロピタルの定理を適用する必要があります。この方法による式の導出は皆さんの方でトライしてみてください。次に、単体及び基質の電荷の符号の違いをどのような形で式に含めるのかについて説明します。単体と基質の電荷が同符号であれば、両者の間に積力が働き、基質の移動は抑制されます。一方、異符号であれば、引力が働き、基質の移動は促進されます。式中でこのような電荷の符号の違いはラムダの符号の違いとなって現れます。すなわち、基質と単体の電荷が同符号であれば、ZS× 負載は0よりも大きくなるので、ラムダは正の値を取ります。また、異符号であれば、ZS× 負載の値は0よりも小さくなるので、ラムダは負の値を取ります。例えば、基質が正に、単体が負に帯電していれば、電荷数 ZS は正、負載は負なので、これらの積 ZS× 負載は負となり、ラムダは負の値を取ることになります。最後に、ラムダの符号の違いによる反応速度の変化の方向が物理的に矛盾しないかを14式に基づき確認します。ラムダが負の場合、すなわち基質と単体間に引力が働く場合、物質移動速度は増加し、反応速度も増加します。14式においてラムダが負のとき、分母は小さくなるので、反応速度は確かに大きくなります。ただし14式は静電効果だけを考慮した式であることに注意してください。
一方、ラムダが正の場合、すなわち基質と単体間に積力が働く場合、物質移動速度は減少し、反応速度も減少します。14式においてラムダが正の時、分母は大きくなるので、反応速度は確かに小さくなります。このように静電場の効果がラムダを介してうまく数式化されたことがわかります。以上からわかるように、表面固定化酵素系での解析は反応速度式を使った操作だけで行われるので、拡散抵抗と静電的相互作用が共に存在しても解析が容易です。このことは本反応系の利点です。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。